小谷真央子です。報道の現場に身を置いて30年以上が経ちました。時代の変遷の中、世界情勢と経済の動向を追いかけながら出会ってきた多くの人々。彼らと社会的功績を追うほどにより克明に私の中に響くリアルな人間としての彼らの声。いつしか私は思うようになりました。彼ら自身の言葉とその声をとどめる場所を作りたい。声の記憶。いろんな方をこれまで仕事柄インタビューさせていただいて、どちらかというとその人というよりもその方が扱っている例えばプロジェクトであるとか事業であるとかっていうその人を通した何か事象を取り上げて伺うっていうことがあまりにも多くて、その人の方にフォーカスを当てたものを出したいなっていうのは少し前からあったんですね。皆さんが何を考えて、どういう人生観を持って価値観を持って生きてるのかなっていうのがすごく、興味っていうか関心を持つようになったので、中にはそういうのにも関心持ってくださる方が視聴者の方にもいらっしゃると思うので、そういうものを取り上げていきたいなというふうに思いました。まず仕事一番初めは航空会社に勤めまして、で世界37都市回って、で私としてはですね、いずれは報道に行きたいとは思ってたんですけど、でもその前にやっぱり世界でどういう人たちがいてどういう生活をしていてみたいなものをある程度習得してというか自分の身につけてから報道の方に行こうと考えました。ですから4年間で決めて航空会社にはお仕事をさせていただきました。目標を5つ決めて、で4年間の間で目標5つ全部クリアできたので、3年目から1年間準備期間として、その時大変でしたね。飛びながら海外飛びながら日本に帰ってくると、就活みたいなことをやってですね、そして報道の世界に行くわけですけれども、初めはその記者みたいなこともしなければいけないというんで NHK で取材をしたりっていうこともして原稿も書いて、っていうことをさせていただいてすごく勉強になったんですけど、そこから「おはよう日本」「モーニングアイと土日」ワールドレポートで、その次に行ったテレビ局がテレビ朝日ニュースステーションで、その次がテレビ東京のワールドビジネスサテライトですね。でその頃から、全般にニュースっていうと全部扱わないといけないんですね。国際ニュースだとか社会ニュース、政治、スポーツ。でも中には苦手分野もあるものですから、WBS っていうワールドビジネスサテライトに行った頃からものすごく安堵感というか一つのことを掘り下げていくっていうのが性に合ってるなっていうふうに思って、で結局そこの番組には16年間おりました。今も2ヶ月に一度サステナ未来というサステナビリティの番組を担当させていただいてるんですけれども、年間6回
サステナビリティの1時間半ものの特番を出させていただいてるんですが、企業のその安定的な持続性というのはひいてはそこに勤めていらっしゃる従業員の皆さんの生活の安定性を、保障するというものでもあると思うので、私は大事だと思っております。日本社会でどういうものを取り上げているかというのをご紹介する、そういう番組が今私が出演しているサステナ未来ですね。振り返って今まで周りで亡くなった方々のことを考えると、もっとこういうこと聞いておけばよかったなとか、その人の声で語るこういうことをもっと記憶に残したかったなっていうのがものすごくあるんですね。私の後悔としてふと思い出して、そうだ、そういう考え方もあるんだとか、あの人はこういう生き方をしてたんだとか、なんかそういうチャンネルになるといいなっていうのが私の思いですかね。で、普遍的なものであってほしいと。ニュースももちろんその人間の営みから発生するものを取り上げてお伝えしてたんですけど、今度はどっちかっていうとどう生きていこうかとか、自分のその人生をどういうふうにプロデュースしていけばいいのかっていうので、もうすでにそのプロデュースを常にこうしながらも悩みながら成功していかれた方々とか、そういう方々にお話を伺って、いろんなヒント、生きていく上でのもっとこういう考え方もあるから自分も間違ってなかったなとか、あるいは自分もこういうふうに考え方変えてみようかなと思えるような、そういう対談をしていきたいなっていうふうに思ってます。今日から始まりました声の記憶、皆様チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。2025年も間もなく終わりです。2026年、来年は皆様にとっても良い年になりますようお祈り申し上げます。